こんにちは、はるかです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、そこから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで皆さん、今日は私のチャンネル初のコラボ企画です。今日は私の友達のまいちゃんに登場してもらいました。これからまいちゃんと一緒に3本コラボ動画が上がります。今日はその1本目、方言について一緒に2人でお話をしていきたいなと思います。それでは早速まいちゃんに自己紹介をお願いします。皆さん、はじめまして。こんにちは。まいです。オンラインで日本語のコーチをしています。他にもインスタで日本語の発信をしているので、ぜひ見てみてください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まいちゃんなんですけど、実は前の会社が一緒で、その時からすごく仲良しだったんですが、その後、一緒にそれぞれがこうやって日本語の発信をしていたり、私が今目指している日本語のオンラインコーチなんですけど、まいちゃんが今実際にやっているっていうことで、私もいろいろまいちゃんから勉強させてもらっているところです。はい。ということで、今日はまず方言についてお話をしていくんですが、皆さん方言って聞いたことがありますか？方言っていうのは、日本それぞれの各地で同じ日本語を話すんですけど、その地域によって少しずつその日本語に違いがあるんですね。それを方言っていう風に言います。ちなみに私は島根県の出雲市出身なので、出雲弁っていう方言を喋ります。で、その反対に舞ちゃんは神奈川県っていうところの出身です。東京の隣ですね。で、この神奈川県の方言っていうのはないんです。実は標準語って言って、日本語の一番正しい、その教科書とかと同じような日本語を話します。なので、そんな標準語を話す舞ちゃんと出雲弁、方言を話す私で今日は一緒に方言のお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしたら早速なんですけど、私、舞ちゃんと話すときって方言出てる実際？たまに出てるかもしれない。あ、本当に？うん。なんか私、社会人になってから方言がすごく出てたんですけど、なるべく方言を出さないように標準語の練習をするんですね。これって結構方言話す人あるあるかなと思うんですけうーど、やっぱん。りこう会社で営業とかをしていると、方言が出てしまうと、相手に意味が伝わらなかったりするので、標準語を練習するんですね。なんですけど、やっぱりこう友達同士で話してるとね、なんか出ちうんうん。ゃうよね。テンション上がった時まあとか。そうだね。確かにたまに出てるかもしれだない。うよね。ん。皆さん方言ちょっといくつか教えていきたくて、まず島根県で一番有名な方言があうん。りがとうっていう言葉なんですけど、うんうん。ありがとうを島根ではだんだんって言います。聞いたこだとある？んだんうん。聞いたことない。ない？うん。そう、だんだんって実は言うんですよ。へえ。で、このだんだんって実はドラマのタイトルになったこともあるくらい、その島根の出雲弁を代表する方言の一つなんですけど、だんだんってありがとうって意味で、うんうん。実はあんまり若い子同士、例えばこう、舞ちゃんが何かくれてだんだんっていうことはないんだけうんど、うん。例えば島根でおばあちゃんとかおじいちゃんとかにお手伝いとかしてあげると、ああ、だん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 みたいな風に言われ昔のる。人が使うというか、ちょっと年いった方が使うようなそう言葉なんだ。そうそう。だからなんかでも若い子もそれを言われて、ありがとうって言われてるっていうのはこうスムーズにわかるうんうん。ような方言へでだんだんっていうえ。のがあります。うんうん。皆さんぜひだんだん使ってみてください。これ多分日本人の人もほとんどがだんだんって何ってなるくらいうんうん。マイナーな方言なんですけど、島根の人にだんだんって言ったら多分もうそれだけで一目惚れされるくらいそうなん嬉しいんですよだ。うんね。うん。そうそうですね。で、次、二つ目なんですけど、これは、あれ、これ、それっていう言葉うん。を島根では、あげ、こげ、そげって言います。へえ、聞いたげがことある？つくんだ。そ聞いたことなう。い。ないよね。多うん。分、これって、そうなんだよねとかっていうのも、うん。そげだがとか言ったり、面白い。とか、あれなんだっけ、あれあれとかって言ったうん。時も、あげが7高いねってええ。そう言うんですよ。うんうん。で、これは若い子も使う。私も言う。へえ。そう。でもあんまり聞いたことないかも。でしょ？うん。でもやっぱ地元に帰ると、そげだがとか、そげだにとかって言って、うんうん。なんかやっぱりこう、地元に戻ると方言が出てくる自然とうんうんっていうのはあうん。るかなって思ってて、
なのでこのあげこげそげとか、うん他にもどれっていうのもどげとか、とかへえ。どうとかも全部どげうーん。みたいな風に言ったりもするうんうん。んですよね。そうなうん。んだ。はい。舞ちゃんとかのこの会話の中ではあんまり出ないんだけど、うん。でもテンションが上がるとたまにこう方言がバーンって出たうりする。ーん。確で、かにそうだね。うん。で、なんか方言って標準語に比べるとちょっとカジュアルなうん。時にしか出ないうんうん。から、敬語で喋ってると出ないんだよね。え、じゃあ例えば、その地元に帰って、うん。敬語を使わなきゃいけない相手と話しているときは方言は出ないってこと？そう、出ないんだけど、敬語にも使える方言もあって、実は。そうなんだ。それがなんかへえ。さっきのあげこげそげなんだけど、そうん。れはなんか、そうですよねって言いたい時うん。に、そげですが、とか、へえ、そうなんだ。そうそうそう、あ、そうなんですね、とか言って、あ、なんて言うんだろう、あ、あげですが、そげですが、とかっていうのをうんうん。使える、はあ、面そう、も白い。のもあって、うん。で、逆に、こう私も、実際営業職をしてたから、その島根で営業するときはわざと方言をうん。出すようにしたりして、なんかこううんうん。相手との距離感を縮めるうんみたうん。いなこともしてた。じゃあ例えばその私は標準語だから全うん。然その方言を知らないんだけど、例えば「だんだん」っていうのを覚えて島根に行って、こうなんだろう「だんだん」って言ったら喜んでもらえたりするじゃん。うんうんやっぱうん。そういうその土地のなんかユニークな言葉とかを覚えていった方がすごく距離感は縮まるのかな。あ、そうだね。うん。やっぱりこの方言ってその土地にいる人たちの、なんて言うんだろう、こうソウルみたいなとこうろにも紐づん。いてなるほど。るものうん。で、やっぱりなんかこの相手との距離感を縮めたり、こう相うん手に興味関心がありますよってうん。いうのをうん。示す方法でもあるのかうんうなとん。思ってて、やっぱり日本語って例えばこうアニメとかも日本語に興味を持つきっかけうん。になったり、こう文化の入り口になると思うんだけど、それをもっとこう深く見てみると方言があって、うん。でその方言を知ろうとするっていうのはその相手うん。に興味があるみたいなことと一緒になるかうら、やっぱん。りこう旅行先でもし自分がこう出会った観光客の方が方言とかを使ってくれるとめっちゃ嬉しい気持ちになる。わあ、ありがとうございますってなああ、る。そうなんだ。やうん。っぱりね、言葉にこう文化とか歴史的背景とか大事にしてるものとかが全部詰まってるから、それをすごく、なんだろう、大事にしてくれてる感じがあるのかもね。そうだうーね。かん。な。だから結構この舞ちゃんは標準語をうん。話す地域だけど、うん。方言を話す地域って、方言にちょっとこうプライドがあるじゃうーないけど、ん、なるほど。自分の方言が好きな人たちも結構多いんじゃないかうーん。なって、うん、思うかな。そうなんだ。なんか標準語を話す人からするとその感覚がわからないかうんら、うんうん。すごいなんか新しいかもしれない。そうだよね。うん。そうなんです。で、他にも島根って、友達同士で会話するとよく出るのが、うん。最近どうしてるっていうのを、うん。島根では、どげしちょ何しちょっていう風に言います。わかんないよ。してるっていうのが、うん。しちょうって言うんですよね。へえ。そう。だから、最近どうしちょうとか、最近うんう何しちょうんうん。っていう風に言うと、最近何してるどうしてるみたいな、へそう、え。意味になったり、とうん。か、なんか、最近こんなことがあったんだよねとかっていうのを、なんとかダニって言ったりする。かわいい。そう、可愛いでしょ。なんかアニメのキャラクターみたい。そうそう。最近はめちゃくちゃ仕事頑張っとるにとか、かわいい。それめっちゃ好きだにとかって言ううん。と、本当にそれ好きなんだよねとか、最近めっちゃ頑張ってるんだよみたいな、へえ。そうそう、意味になります。これめちゃくちゃ可愛いよね。うん、めっちゃかわいね、い。私も島根にいる時は可愛いとか意識せずうん使ってたけど、うん。実際こう新卒、その大学を卒業して就職した時に周りにめっちゃ可愛いって大阪に住んでたので、うんなんとかだにとか、なんとかしとったにとかって言うと、うん。可愛いって言われて、その時はすごい嬉しかった。うんうんやったーとうん。めっちゃ思って。かわいい。そうそうそう。っていうこともありましへた。皆え。さん今、島根の方言聞いてみて何かこうびっくりしたとかありますか？ぜひコメントでリアクションを教えていただきたいです。はい。っていう感じで、島根の方言いろいろお話をしてきたんですけど、ここからは実際にその方言と標準語について、まいちゃんと一緒にお話をしていきたいと思うんですが、実際こう日本語をオンラインで教えているときに、方言を教えてほしいとかっていう生徒さんっている？今私の生徒さんはいないかな。うん。でも
そうだね、なんかいろんなプラットフォームとか見てたりとかすると、あとインスタのコメントうん。とか見ると、こう関西弁だとこうですよねっていうコメンントがあったりとかはするかも。やっぱそうだよね。なんか最近私も日本語を発信するようになってて、改めてその関西弁とかっていうその海外の方の方言に対する興味があることにびっくりして、うんそうそう、それで今回このコンテンツも撮ろうと思ったんですけど、やっぱり関西弁って人気だよね。そうだね、なんか方言といえば関西弁みたいな感じのイメージはあるかも。そうだよね、うんこれって実は日本でも一緒で、なんかやっぱり関西弁って面白いイメージがあったり、ある。ね、一番やっぱメジャーな方言が関西弁、そうだね。で人気だよね多分。関西人じゃない人も関西弁喋ろうとしたり、ちょっとなんかなんでやねんとかそうそうそう憧れる感じはあるかもしれない。そうそうそうあるよね、とかあとは他にも京都とか博多とかって可愛いイメージ、あるね、特にこう女性がね使ってると可愛い。そうなの、方言女子って言葉が実際にあってね、方言を使う女の子が可愛い。でもそれは何でもいいってわけじゃなくて、大体京都か博多確かにね。そうこれって面白くて、本当に京都とかって何してはるのとか、で福岡とかもそれ一口くれんとみたいな感じで「と」がついたりするんだけど、もうこれ日本人私たちが聞いても可愛いって思うよね。可愛いね、女性から見ても可愛い方言があるんです。でただ島根の方言って今聞いてみてどうだった？いやでもダニーは可愛いけど、なんかあげそげとかはどうだろう。だよね。めっちゃ可愛いとはならないかな。だよね。どっちかっていうと男の人が使うとちょっと男感が出るというかあるんだけど、女の子が使うとちょっとこうなんか強く聞こえちゃう。そうだね、そうだね。っていうのもあるんです。なので実は方言みんなそれぞれの地域で使うんですけど、方言羨ましいなって思われたり、逆になんかちょっとこの方言あんま可愛くないかもみたいなことも実はあるんですね。そうなので実は私の姉の話なんですけど、私の姉はあんまり方言がその島根の方言が可愛くないと思ってめっちゃ標準語をわざと使う、そう生活をしていて、そういう人も実際います。ただ私は方言がめちゃくちゃ好きなので、地元に帰るともうガチガチの方言で喋っている。そうまた私5月に島根に戻るんですけど、その時はまた家族との会話とかもリールとかにして投稿できたらいいなと思ってるので、ぜひ楽しみに待っていてください。楽しみですね。他にもやっぱりこう方言ってその地域に行くとそのほとんどの人が方言を喋ってます。で私の彼の話なんですけど、彼淡路島でワーキングホリデーしてた話したじゃん。淡路島って言ったら関西弁だよね。確かにそうだね。そうなんです。でなんかやっぱりハン君めちゃくちゃ日本語上手じゃん。めっちゃ上手。舞ちゃん会ったことあるんですよ。めっちゃ上手なんです。そうなんですけど、淡路島でワーキングホリデーしてる時は、周りが全員関西弁だから、もうほとんど何言ってるかがわからなかったみたい。同じ日本語なのにね。そう。へえ。だからやっぱこの方言ってどうしても普段自分たちが勉強してる教科書の日本語と全然違うので、確かに日本人でも多分エリアによっては全然わかんない方言ってあるよね。なんか最近有名だと東北の方とか。東北、私父親の方の実家が東北にあるんですけど、本当にわからなかったですね。おばあちゃんおじいちゃんが使ってる言葉、まあ今もわからないけど、なんとなくもう、なんとなくこういう意味かなって思って喋ってるけど、子供の時とかは本当にわからなくて、でもわかんないなりにみたいな感じで喋ったりとかしてたかも。やっぱそうなるよね。そう東北の方言もめちゃくちゃ強くて、で結構日本の中でも難しい方言の一つとして多分挙げられるので、ぜひYouTube とかで気になる方は東北の方の方言調べてみると面白いかもしれないです。日本人でも全然わかんないね。あと有名なとこで言うと沖縄。沖縄は確かにまた違うイメージあるかも。だよね。沖縄はもうイントネーションもなんかこうなんか全然わからなくて、なんだろう。まあありがとうだんだんも全然違うけど、それぐらいのレベルでいろんなものが違うイメージ。
なんかようこそがメンソーレあ、そうだそうだ。だっけ、なんか言うよね。言う。なんかそんな感じで、もう単語そのものが全く変わってしまうこともあります、方言だと。本当に。ですね。なんで沖縄とかは私1回だけ沖縄行ったんですけど、でその時になんかその地元のおばあちゃんに話しかけられて、どこから来たのみたいな。その時に、どこから来たのは分かったんだけど、そっから先がもう、なんか、大阪から来ましたって言ったら、もう、返しが何言ってるか分かんなくて、ありがとうございます。もうそれしか言えなかった。なんかそうなっちゃうよね、やっぱ。なんか単語とかじゃなくても話し方全部がもう分かんなくなっちゃうって感じ。そうそう外国語聞いてるみたいな本当に感じになるよね。そんな感じ。あれ、なんて言ってるんだろうと思って。でもすごいなんか笑顔で、何かこう、ようこそ、よく来たね、みたいなことを言ってくれてるんだろうな、と思って返す。ありがとうって言って。申し訳ないけど、ありがとうございます。そうそうそう。これはもう日本人でもやっぱりあるよね。あるある。なのでやっぱコミュニケーションの壁にもなり得るものかなって思います。皆さんの国って方言ありますか？なんか韓国なんですけど、私の彼がプサン出身で、プサンも方言がめちゃくちゃ強い。そうなんだ。そう、ソウルが、まあ、ソウルの多分標準語になるのかな、になるんですけど、プサンもめちゃくちゃ強くて、なんかその時に改めて、やっぱり海外にも方言って存在するんだっていうのをびっくりしたんですね。皆さんの国でももし方言とかあればコメントで教えていただきたいです。なんか私たちってこうやって日本語を発信してるんですけど、やっぱり日本語を発信してる時って日本のことを知ってほしいとか、日本語を知ってほしいなって思ってやっているのもそうなんですが、反対に私たちも海外にもすごく興味があって、実は舞ちゃん海外にもね行ってたことがあるんですよ。どこに行ってたんだっけ？行ってたのはオーストラリアとフィリピンですね。実際オーストラリアとフィリピンに住んでたんだよね。ちょっとだけ、まあ1年は行ってないけど、それぐらい旅行ってよりはちょっと住んでたから。だよね、私たち実は海外にもすごく興味があるので、こうやってコメントとかで教えてもらえるとすごく嬉しいです。嬉しいです。はい、ぜひコメントお待ちしてます。はいですね。こんな感じで今日は方言について舞ちゃんと一緒にお話をしてみました。いかがでしたでしょうか？これから他にも舞ちゃんとのコンテンツ撮っていくんですけど、今日はこんな感じでポッドキャスト形式で撮らせてもらいました。次からの動画は私たち2人でリアルな女子トークをしてみたり普段からね。そうそうそう、ね、私たちも毎週 2,3 回くらいのペースで会ってて本当にめちゃくちゃプライベートでも仲がいい友達なんですけど、今回このポッドキャスト形式で撮らせてもらったのは1本だけで、後からは普段のリアルな女子トークをしてみたりだとか、あとはお昼の時間になったら一緒にちょっとお昼ご飯を買いに行って、お昼ご飯食べながら雑談形式で動画を撮っていこうかなと思っています。はい、なので今回の動画はまだちょっと聞き取りやすかったかなと思うんですが、次からの動画はちょっとカジュアルになってくるので、はい、ぜひぜひちょっと皆さん挑戦してみてください。今日のポッドキャストではまずは日本語にいろいろな方言がありますよということをお話しさせてもらいました。方言っていうのは日本のいろんな地域で話されている日本語のことを言います。で、舞ちゃんは標準語をしゃべるんですが、私は出雲弁を話すので、今日はそんな比較もさせていただきました。はい。で、今日登場してくれた舞ちゃんのインスタグラムのアカウントが私の概要欄に貼ってあります。本当にインスタの初級編から上級編まで、いろんな動画投稿してるよね。そうですね。最初初級から始まって、最近はちょっと中上級者向けの動画も上げたり撮ったりもしてるので、ぜひ皆さん見てください。はい、舞ちゃんのインスタ私もフォローしてるんですけど、ストーリーがめちゃくちゃ面白いんですよ。結構投稿自体は日本語を教えるっていうのがメインなんですが、ストーリーの方は舞ちゃんの私生活、おみくじ引いたりとかあげてます。そう、あと前面白かったのがお家でパンケーキをね焼いてたんだけどもう真っ黒焦げなんです失敗したやつ載せました。そう、もうめちゃくちゃ面白くて舞ちゃん本当にすごい仲良くて面白いお友達なんですけど、ストーリーが本当に面白いので、ぜひぜひちょっと見てみてください。見てください。はい、ということで今日のポッドキャストは以上になります。これからまた舞ちゃんとのコラボ動画がたくさん出ていくので、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っていてください。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またね。